こんにちは。T2ES です。前回は抵抗とオームの法則に関してお話ししました。今日は抵抗のパワーと発熱に関してお話しします。抵抗は電流の流れを制限する素子だとお話ししました。どうして電流を制限する必要があるのでしょうか。抵抗にはかけられるパワーが制限されています。抵抗の使用書を見ると、許容損失という項目があります。これは、抵抗が耐えられるパワーを意味します。RC2 分の1抵抗に 0.5 ワット以上のパワーをかけると壊れますとのことを意味します。パワーは電圧かけ電流で現れます。ここで電圧はオームの法則で電流かけ抵抗ですので、パワーは電流の2乗かけ抵抗になります。すなわち、電流を制限しないとパワーは高くなりますので、抵抗を使って電流を調節し、パワーを制限します。抵抗にかかるパワーが大きくなると、抵抗は発熱します。パイプに砂を流すことをイメージすればわかりやすいです。流れる砂の量が大きくなると、パイプに摩擦熱が大きく発生するようなイメージです。実際、テストをしてみました。これがテストセットアップです。これは電源電圧を測定するための電圧計です。これは抵抗に流れる電流を測定するための電流計です。これは50オームの抵抗です。6ボルトの電圧を入力してみました。約 0.12 アンペアの電流が抵抗に流れています。では、抵抗の温度を測ってみます。66度からだんだん上昇しています。電圧を約4ボルトまで下げて、抵抗に流れる電流を下げてみました。流れる電流は約 0.08 アンペア程度です。抵抗の温度を測ってみます。約74度程度です。電圧を約12ボルトまで上げました。抵抗に流れる電流は 0.26 アンペアです。抵抗の温度は100度を超えています。危ないですので電源を消します。電源を切ると温度はだんだん下がっていきます。抵抗の使用書には抵抗が耐えられる温度範囲も決まっていますので、パワーを制限してこの範囲以内で使用する必要があります。この使用書上では125度 C まで制限する必要があります。抵抗にはいろんな種類があります。一般的にサイズが大きいほどかけられるパワーは
大きくなります。今日はここまでです。次回はコンデンサーに関してお話しします。お疲れ様でした。